皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらが到着しました。Amazfit Active という新しいスマートウォッチをご紹介いたします。こちらは ZEP ヘルスコーポレーション様から提供いただいたものになります。こちらのモデルは10月の後半にグローバルで発表されていますが、その際にスペック解説動画を出していますので、より詳しい性能を知りたいということであれば、概要欄にリンクありますので、ぜひ詳細をご覧ください。というわけで、Amazfit のこのスクエア型、似ているモデルとしましては GTS4 mini、待っていた方にとっては待望のスクエア型となっています。ではこの後、主な特徴のご紹介、そして開封し外観チェック、今回はファーストルックという形で少しね、いろいろ触ってみたいと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。では、主な特徴をご紹介いたします。今回送っていただきましたのが、このミッドナイトブラックというカラーリングになりますが、このモデルはアルミニウム合金とプラスチックを使ったケース、ボディとなっています。実は3色のバリエーションがあります。カラーリングによって材質っていうのは変わってきています。加えて、このディスプレイのサイズになりますが、1.75 インチとなっているアモレットディスプレイ。解像度は横380、縦が450となっています。そして 341ppi と高精細なディスプレイですね。もちろんアモレットディスプレイということでね、いわゆる AOD 常時表示モードも搭載しています。そしてバッテリー容量になりますが 300mAh で、通常使用であれば14日間のバッテリー持ちとなっています。このあたりもバッテリー持ち申し分ないですね。加えてスポーツモードは120種類以上に対応していますので、おそらく多くの方がされているスポーツに対応していると思われます。加えてスポーツモードに付随しますけど、そのスポーツの起動している最中にブロードキャスト機能っていうのがありまして、画面上に出ている例えば経過時間やキロ数とか消費カロリーとかですね、そういった部分に関して音声でアナウンスで教えてくれる機能がついています。さらに衛星測位ですね、いわゆる GPS やガリレオ、グロナス、ベイドウ、そして日本の QZSS ですね、導きにも対応していまして、5種類の衛星測位システムに対応しています。そしてこのモデルの大きな特徴でもあります音楽保存機能も搭載しています。容量は 250MB となっていますけども、おそらくね MP3 データであれば50曲ぐらい入るんじゃないかなという感じですね。そのあたりが一つ目安だと思われます。そしてヘルスケア関連は24時間で心拍数や血中酸素、ストレス測定、また睡眠測定ももちろん対応しています。そして Amazfit と言いますと Amazon の音声アシスタントにもしっかり対応していますね。というわけで主な特徴となりますが、これから開封していきたいと思います。というわけでパッケージ内容はこの通りとなっています。まずミッドナイトブラックの本体そのものですね。そして日本語に対応しましたユーザーガイドもしっかり入っています。加えてこちらが充電ケーブルになりますけども、中身はおなじみのこういった形状になっています。本体の背面にありますこの金属端子の部分ですね。このように磁石で吸着するタイプとなっています。では Amazfit Active の外観を見ていきたいと思います。まずこのディスプレイのサイズ1.75 インチのアモレットディスプレイということなんですけど、パッと見の印象としましては結構程よいサイズ感じゃないかなと思います。大きすぎず小さすぎないという感じとなっています。そしてこの縦長になっているサイドボタンがついていまして、はっきりと指触りでここにねボタンがあるという感触があります。ちょっと押してみますと程よい押し心地となっています。そしてサイドにはおそらくマイク穴ですね、2つついています。そして反対側にはスピーカーがついていますね。大きなスリットとなっています。そして背面のセンサー部分になりますけど、今までのこういったセンサー部分のデザインとちょっと違っている感じはします。かっこいいですね。そしてバンドに関しましてはクイックリリースタイプのシリコンバンドとなっていますけども、簡単にね取り外しができるようになっています。ちなみにこのバンド幅は 20mm となっていますので、クイックリリースタイプですとね簡単に取り外し取り付けができますので、好みのものに交換もしやすくなっています。取り外してみましたけど、やはりね簡単に外すことができます。ちなみにボディの質感になりますが、こちらねプラスチックということなんですけども、マット調になっていまして、すごくしっとりとした感じですね。これはこれでねすごくいいですね。高級感が増しています。それではねこちらのシールを剥がしていきたいと思います。ということでこんな感じとなっています。ディスプレイはこのようにラウンド形状となっています。反対側から見てもそうですね。そして下から見てもそんな感じですね。非常に膨らみがあることがわかります。
では重さを測ってみたいと思います。こちらのスケールであればバンド込みの重さですけども 36.3g となっています。そして装着してみましたけどもこんな感じとなっていますね。私この手首の周り15センチほどになるんですけども、穴の位置は上から6つ目の位置となっていまして、こんなようなね装着のイメージになりますが参考になるでしょうか。やっぱり軽量ですので快適な装着感となっていましてめちゃめちゃ軽いです。では電源を入れていきたいと思います。ということで、ね、立ち上がってきましたけども、システム言語もね、もちろん日本語に対応しています。では、これから初期設定をしていきたいと思います。今、ペアリングが終わったところになりますが、いきなりファームウェアの更新が来ました。5分ほどお待ちくださいと出ています。あれからアップデートがですね、だいたい賞味10分ぐらいかかりましたかね。ようやく使えるようになりました。こんな感じなんですけども、めちゃめちゃね、ディスプレイ綺麗ですね。では、早速ね、触っていきたいと思いますけども、まず動作感がどんな感じかってことですね。まず横スワイプ見ていきたいと思います。こんな感じなんですけども、いかがでしょうか。まずの動作感ではないでしょうかね。そしてこのユーザーインターフェースになりますが、ホーム画面に対しまして、左側にはショートカットカードと言われているものがありまして、一番上に Amazon の音声アシスタントがこのようについています。そして音楽再生コントロールでしょうかね。こちらに音楽再生コントロールの機能もすぐアクセスできるようになっていました。そしておすすめの機能やいろんな機能をここに貼り付けることができるようになっています。このあたりはカスタマイズすることができますので、自分の使いやすいように調整できると思います。そしてホームに戻りたいときはこのボタンを押すことによってね、一発でここに戻ることができます。そして上から下にスワイプしますとコントロールパネルが出てきまして、デフォルトではこの6つの状態がまず1枚目。そして2枚目にこういったページも出てきます。ここの部分も自分の好きなようにカスタマイズすることが可能となっています。ちなみに気になるところとしましてはね、自動調光機能に対応しているかということになります。この太陽のマークみたいなものになりますが、タップしますとこのような画面になりまして、こういった感じでね、明るさを調整することができます。ということで、自動調光機能は搭載していませんでした。そして画面のね、表示領域を見ていきたいと思いますが、懐中電灯で見てみたいと思います。結構真っ白な画面となっています。まず、下から見たところですね。そして上から見たところ。そして右側のサイドから見たところ。左側から見たところになりますが、ちょっとね、青みがかっている感じはあります。1.75 インチということでね、ビッグサイズとなっていますね。その他の機能としましては、ここにね、コントロールパネルに設定のところにアクセスできるようにもなっています。文字盤と時間の設定、Bluetooth の設定、またディスプレイの設定、サウンド、振動とありますね。バイブの強度になりますが、実際に装着してみまして、強度を確認してみたいと思います。まず、標準の状態から強化されたという強の方にしてみたいと思います。音聞こえましたでしょうか？結構ね、強いですね。今標準にしましたけど、ここでも結構強いですね。強化にしてもあんまり違いわからないぐらい標準でも強いなという印象です。多くのスマートウォッチでは5に関しましてはね、結構弱めっていうのが多いんですけど、このモデル意外と強いんじゃないかなという印象です。ではメニュー構成を見ていきたいと思います。サイドボタンを1回押しますと、こんな感じでね、機能一覧が出てきました。一番上にレディネスですね。これは自分自身のウェルネスの状態、より生き生きとした状態をスコア化する機能となっています。身体面とそして精神面ですね。あらゆるヘルスケア関連のデータを元にしてスコアを表示してくれます。スコアに影響しますのは自動心拍モニタリングやストレスモニタリング、睡眠時呼吸の質、また睡眠モニタリングのアシストですね。このあたりのデータを取得してそのスコア化してくれるということになります。そして PAI、心拍数、血中酸素、ワンタップで測定、運動モードですね。また、切風コーチ、運動記録、ワークアウトの状態、ストレス測定、アクティビティ、睡眠、コールってありますけど、これ、Bluetooth 通話にも対応していますので、スマホにかかってきた電話をウォッチで受けることができます。また、ウォッチから発信することもできます。また、月経の履歴、会員カード、天気、これ、ミュージックね、先ほどもお伝えしましたが、250MB の容量ありますので、音楽保存をね、スマホとペアリングした状態で音楽データをこちらに転送して、Bluetooth のイヤホンなどペアリングすることによって聞くことができるようになっています。もちろんこのスピーカーついているのでここからも音楽流せるかもしれませんね。ちょっと流してみたいと思います。あ、出てきましたね。結構いい音出てますね。これは意外です。
で、次に見ていきたいのは、このアラームですね。アラームにね、スマートアラーム機能ついているでしょうかね。プラスをタップして確認していきたいと思います。9時42分、セット一度だけとありますが、これ以外の項目は一切ありませんね。ということで、スマートアラーム機能は搭載していませんでした。そしてカレンダーの機能や設定、また太陽と月っていうのもありますね。またコンパス機能もついていますけども、起動させてみますとね、こんな感じで表示されます。はい、電子コンパスになりますね。そしてマインドフルネスとかね、呼吸を整える機能となっています。またストップウォッチ、カウントダウン、これタイマー機能ですね。スマートフォンを探す世界時計、トゥードゥーリスト、ポモドーロタイマーというふうに並んでいます。そしてこの運動とありますけど、ワークアウトのモードですね。まずデフォルトの状態で屋外ランニング、ウォーキング、ランニングマシンですね。また運動場でのランニングとかね、結構細かくいろんなモードが入っていまして、この中から自分の好きなスポーツをスタートすることができます。個人的によく行いますのはウォーキングになるんですが、こんな感じでね、ウォーキングのモードがスタートします。GPS の即位が始まっているんですけども、屋内ですのでね、最初はちょっと遅いのかなという感じです。そしてスタートするときに、こんな感じのブロードキャスト機能が出ていますね。英語になっていますけど、かっこいいですね。そして経過時間が出ています。また左上に現在の時刻も表示されています。ここのね、ちょっとしたことなんですが、これも嬉しいですね。そして運動中に音楽再生コントロールも簡単にアクセスできるようになっていまして、ウォッチからね、音を出すこともできますし、Bluetooth イヤホンと接続してということも可能となっています。では最後に文字盤がデフォルトで何が入っているか見てみましょう。まず画面を長押ししますと、こんな感じでね、文字盤を切り替えることができます。この青いマークっていうのは文字盤をカスタマイズできますよということになります。開いてみますと、バッテリーの部分をこの文字盤に関しましては変更可能ですよと出ています。消費カロリーやストレス測定、血中酸素、心拍数、歩数、こういう風にね、変更することができるようになっています。これで良ければサイドボタンで決定で、ここにね、今歩数が表示されるようになりました。では他の文字盤どんなのが入っているでしょうか。こういった文字盤も入っていますね。かっこいいですね。ちなみにこのコーナーに Apple Watch でいうとこのコンプリケーションですけどもついていますが、例えばこの右上の人間のマークですね、タップしますと簡単にワークアウトのモードに飛ぶことができます。これいいですね。左上は天気でしょうか。東京の天気がね、今出てきましたが、簡単にアクセスできるようになっていますので、これはかなりいいですね。また音楽再生コントロールにも簡単に飛べますし、電話のマークですね。よく使う電話とか、ここダイヤルして、ここからね、スマホを経由しますけど、発信する機能もついています。そして、ちょっと先ほどと似ていますけどね、アナログ時計タイプもありました。このように全部で3つのタイプが標準の状態で搭載されていました。それ以外の文字盤に関しましては、ZEP アプリの中でこのようにね、一覧からいろいろ探すことができます。例えばこのランキングっていうところを見ていただきますと、こんな感じの文字盤がダウンロードできるようになっています。なかなかデザイン性良さそうですね。このあたりなんか個人的に好きな感じなんですけども、スクエア型にこのデジタル時計っていうのは結構合いますよね。では、一つだけダウンロードしてみたいと思います。これ同期を押しますと、ダウンロードが開始されまして有効化中となりました。変わりましたね。これもいいですね。このスクエア型に結構似合った文字盤に変わりました。さらにこのね、コンプリケーションをタップしますと、それぞれの機能にアクセスできるようになっています。デジタルタイプのものに変更しましたが、ちゃんとね、秒数表示できる文字盤も用意されていますので、このあたりも使い勝手良さそうですね。というわけで今回ね、ざっと見てきましたけども、Amazfit Active いかがだったでしょうか。ファーストルックということで、まだまだ使い込んでいる状態ではありませんが、まず最初の印象としましては、このスクエア型のデザイン、そしてこのサイドボタン、また Amazfit ならではのカスタマイズ性を含めまして、なかなかいいなという感じです。そしてこのね、クイックリリースタイプもそうですし、とにかく軽量ですね。そしてなんかこう動作感が非常に軽やかだなというのを本当に感じます。もたつき感がほ
ほぼほぼありませんので、本当に快適に自分の思い通りにコントロールできるというのも快適性にかなり重要な部分になりますので、使い勝手が良さそうだというふうに思います。これから自分のよく使う設定に変更してみまして、使い込んでいきたいと思います。その上で、いつも調べています歩数計の精度ですね、また LINE の通知などを含めまして、いろんな部分でね、ちょっとチェックしていきたいなと思っていますので、ぜひ今後もチャンネル登録して動画をチェックしていただければと思います。というわけで、この Amazfit Active 気になった方は概要欄にリンクがありますので、ぜひ詳細をご覧いただければと思います。この動画良かったよということであれば、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。